皆さんごきげんよう、上川薫です。韓国の男性アイドルグループに BTS というのがいます。この BTS が所属している会社が株式上場しました。この件について日本のニュースでは民放だけでなく NHK なども含めて全局でこの話題を取り上げてニュースの中に盛り込んでいました。しかしニュースで報じられたその翌日にはまさに暴落的な勢いで株価は値下がりし、個人投資家の多くが損失を抱える阿鼻叫喚の様相を呈しています。一体なぜそのようなことになってしまったのかという話を今回は見ていきましょう。それでは早速ニュースをご覧ください。まずは株式上場の初日、NHK がどのように報じたか見てみましょう。韓国 BTS の所属事務所が上場。一時公募価格の 2.6 倍に株価上昇。韓国の男性アイドルグループ BTS の所属事務所が15日、韓国取引所に株式を上場し、株価が一時1日の値上がり幅の限度となるストップ高まで値上がりするなど市場の関心を集めました。韓国取引所に株式を上場したのは男性7人組のアイドルグループ BTS が所属するビッグヒットエンターテインメントです。BTS は今年8月に発表したダイナマイトが韓国の歌手としては初めてアメリカの音楽チャートビルボードのシングル部門で1位となったほか、新型コロナウイルスの影響が広がる中、先週末に行ったオンラインコンサートは世界中から100万人近くが視聴しました。上場に合わせて取引所で記念の式典が行われ、取引開始直後には株価は一時公募価格の 2.6 倍でストップ高の1株35万1000ウォンまで上昇しました。その後は幾分値下がりして1株25万8000ウォンで取引を終え、終値を元に計算した時価総額は8兆7000億ウォン余り、日本円でおよそ8000億円となりました。そして上場2日後、風向きが大きく変わります。BTS 事務所の株価暴落、時価総額1日で約1800億円減少。韓国人気グループ BTS が所属する芸能事務所、ビッグヒットエンターテインメントの株価が上場の翌日の16日、大幅に下落した。この日の韓国株式市場でビッグヒット株は続落し、前日比 22.29% 安の20万500ウォンで取引を終えた。ただ、公募価格の13万5000ウォンを 48.5% 上回る水準を維持している。終値を基準とした同社の時価総額は6兆7862億ウォンで前日より約2兆ウォン減った。韓国有価証券市場での順位は前日の32位から38位に下がった。前日、同社株は取引開始直後に公募価格の2倍以上の初値をつけたものの 4.44% 安の25万9000ウォンで取引を終えた。公募価格については過大評価との指摘が上場前から続いており、今後の値動きにも影響を与えるとみられる。ビッグヒット株が下落するリスク要因について、サムスン証券のアナリストは、同社が売上の多くを BTS に依存していることや、メンバーが兵役を控えていることなどを挙げた。それでは株式上場のその2日間の動きを簡単に見ていきましょう。まず最初に上場の初値は27万ウォンでした。その後買いの勢いがあって上場高値は35万1000ウォンを記録しています。しかし上場初日早速初値を下回る終値25万8000ウォンで終わっています。そして翌日になるとさらに続落し20万5000ウォンで終わっています。チャートで表すとこちらのように最初の頃に買った人たちはどうやっても儲からない形となっています。そして記事の中で指摘されていた BTS 依存についてその数値を見ていきましょう。こちらは所属事務所の2019年売上における BTS への依存割合です。去年2019年はなんと 97% 依存していました。そして最新の情報としては2020年上半期のデータが出ているわけですが、ここでも BTS の割合は 88% となっています。そして BTS の場合、韓国の市場が小さいために世界市場というものを相手にしているわけですが、中国への依存度も高いと言われています。しかしこの BTS はつい最近この中国との間に揉め事が発生しています。BTS 騒動を拡大させた中国国営メディアが韓国に責任転嫁。中国人ネットユーザーたちが韓国の男性アイドルグループ BTS の朝鮮戦争関連発言を中国を侮辱するものだと主張していると、中国国営環球時報が報道した件で、同志編集人が騒動拡大を受けて、韓国メディアと政界の過激な反応が韓中対立を煽っている、自重せよと主張した。中国で騒動を拡大させた当事者が逆に韓国を批判したのだ。環球時報のコ編集人は15日、
自身の SNS に投稿した文で、中国国内の BTS 騒動について、中国の主流メディアはこれといった論評もしておらず、中国外務省報道も反応を自制している。その一方で、韓国では主なメディアが加勢し、野党の政治家は、ムン・ジェイン政権は沈黙していると批判、衝突を煽っていると書いた。これは BTS のリーダー RN が韓米友好発展に寄与した人物に贈られるバンフリート賞の受賞挨拶で、今年は朝鮮戦争70周年で、私たちは韓国とアメリカが共に経験した苦難の歴史と多くの男性や女性の犠牲を記憶しなければならないと語ったことについて、一部の中国人ネットユーザーが当時の中国軍の犠牲を無視した発言だとして BTS を批判し、環球時報が取り上げて騒動になったものだ。まず最初に、このチャンネルは株式情報の専門チャンネルではありません。なので、株式上場についてその基本的な部分について簡単にご説明します。まず最初に会社が株式を上場する際には公募価格というものを設定し、その公募価格によってまずは買いたい人というのを募集します。その際に大事にされるのはあくまでもより多くの人に買ってもらうことであって、一人の人に何百万株を売り出すわけではありません。あくまでも集まって人たちに対して一口であるとか二口であるとか非常に少ない株数を割り当てます。そして実際に株式上場した際にはその公募価格よりは通常は上がるものです。何しろこの時点においては株を持っている人というのはそもそも公募で当たった人か、もしくは公募以前に持っていた、例えば大口の機関投資家であったり、銀行であったり、もしくは会社経営者や、もしくはその関連の人たちや社員なども株を持っているでしょう。しかしこれらの人にしてみれば、基本的には最初に大きな売りを出す理由はありません。まずは値上がりしてからさあ売ろうかどうかというのを考えるものです。ですから、株式の上場その時においては、まず買いが優先になるというのは、どの会社においても普通はそういったものです。ただし、今回の株式上場については問題点があることはすでに記事の中でも指摘されていました。つまり BTS というグループに依存している。まさにこれ会社としてどうなのという話なのです。アイドルグループを売りに出す、そういった芸能プロダクションですよというのは別に、それ自体が別に株式上場に不利になるわけではありません。しかし、今回の場合であれば、グラフで示したように明らかに BTS に依存しすぎています。もちろんこれだけ依存しているのですから BTS 関連の売り上げがドーンと伸びればそれによって会社は大きく業績が伸びるわけですが、実際にはリスクの方がはるかに大きいと言えるでしょう。例えば、わかりやすい例で言えば、この後メンバーには兵役に行くかもしれないという問題があります。韓国の国会においてはこの BTS を兵役に行かせることをなんとかやめさせたいなという人たちが法律改正なども伴って兵役制度そのものに手を加えようという動きすらあります。しかし根本的な話として、じゃあこの BTS 例えば何か不祥事を起こしてメンバーが脱退しますであったりとか、もしくはグループ全体が解散します。さらには事務所と揉めてグループそのものが独立しますとなったら、この会社は一体どうなってしまうのでしょうか。果たして安定的な投資先として考えられるのでしょうか。グラフで示した通り、この会社の売り上げというものはほとんど BTS に依存しています。ですから BTS がいなくなったら、少なくともこの会社に投資する価値というのは基本的にはゼロに近いものとなるでしょう。ですから大口の機関投資家にしても既存の大株主にしても、これまでは非上場だったものが上場することによって株価に価値ができ、そして自由に売り買いできる場ができた。ここはもう現金化するチャンスだと考えるのは別に不思議な話ではありません。一般投資家にしてみれば株式上場されたことによって初めて株を買うチャンスが来たわけですが、大株主らにしてみればようやく売り出す時が来たというわけです。ですから、この高値の時において積極的に売りつけるそういった人たちというのはまさにここが売り時だったわけです。なお、この会社の株価が高すぎるのではないかと指摘する人たちがいたとしても、それでもなお買う人たちがいるというのは、韓国では株式を買うという一つのブームがあります。それこそ新型コロナショックによって大幅に株価が全体的に下がった時においては大いなる買い場でした。その時において借金をしてでも買った人たちというのがまさにその後の株価上昇に合わせて大金を得て、しかし非常に危険な行為の結果であって、多くの人が参考にすべき話ではありません。世の中にはギャンブルをして大儲けする人たちがいますが、それはあくまでも状況がその人にとって良かっただけで、全体として真似するような話ではありません。今回の件
円で大儲けしたのはあくまでもこれまで株式上場する前から大株主だった人たちです。これ自体は一般的な会社上場の時に大儲けする人たちの通常の形なので、そこに大きな問題はないです。ただ一言付け加えるなら、この BTS のメンバー全員の保有株数というものも公表されていて、株数が全体としては48万株だそうです。ですからメンバーの人たちにとっても株式上場することによって大金持ちになるというある意味サクセスストーリーを彼らは今後語ることができるでしょう。彼ら BTS のファンの人たちは彼らを応援するから株を買った面があるでしょうが、そのほとんどが基本的には損失を抱えることとなりました。一方でメンバーの人たちはたとえ高値から安くなったとしてもそもそも値がつかなかったようなところからようやく現金化の道が出たわけですから、この明暗の差というものがあまりにもはっきりと分かれています。なお今回の株式上場によって大幅に下落したわけですが、このような大幅な下落を演じたということはどこかで大きな反発があるかもしれません。高いところから大きく下がるその時には半値戻しのような大幅な上昇というものが起こることもあるのです。短期トレードをする人たちには面白い株かもしれません。しかしあくまでも株を売買するときには自己責任でお願いします。さて、ここまでは株の話だったわけですが、問題はこの話だけで終わりません。なぜならば、今回のニュースを報じているのが、日本の民放や NHK などを含めてそのほとんどが何かしら一般のニュースとしてこの話題を取り扱っていること。これこそまさに大きな問題です。その扱い方、報道の仕方というものも、新規上場したその当日において、非常に値上がりしましたよ、すごいことですよといった形で報道しているだけで、その後の大幅な下落についてはほとんど触れられていません。そしてこの話題そのものを報じることそれ自体にも私は違和感はありました。なぜならこの話題というのは一般ニュースとして報じるような話題ではないからです。例えば株やビジネスの話として取り上げなければならない話としては、本来であればアメリカの大統領選挙においてバイデン候補がもし勝利した場合は GAFA と呼ばれるアメリカのトップ企業たちの事業を解体するかもしれないという非常に大きな話題があります。例えば、アップルやグーグルといった企業というものがまさにアメリカ経済を引っ張っているその象徴なわけですが、あまりにも勝ちすぎているため、バイデン候補が大統領になった際には、その事業を解体するかもしれないというのです。そのようなことになれば、当然のように、これら巨大企業の力が衰える可能性があります。これは一体誰のためなのかという話になった時に、バイデン候補は勝ちすぎているのはあまりにも他の企業というものを圧迫し、それによって競争が阻害されるという側面がある。だからこそある程度事業は分離させなければならないというのがバイデン候補の言い分です。しかしアメリカのトップ企業の力が衰えれば、例えば中国の企業が今だったらアメリカ市場で力を伸ばせるな、アメリカでは無理でもヨーロッパ市場だったら我々でも攻略できるなといった形で力を伸ばすようなそういった隙を与えてしまうかもしれません。こちらの方が株やビジネス、そして世界情勢の話から言ってもはるかに重要性は高いはずです。しかし一般のニュースでこういった話題を見たことは私はありません。つまり株やビジネス上において全く重要でないニュースをあたかも重要であるかのように一般のニュースで報じている、このようなニュースの選び方、番組の編成のところに一つ問題があります。そしてこのような問題が発生する原因として指摘されているのは、マスコミと呼ばれるような大きな業界において韓国由来の人物たちが長年にわたって就職し続け、それによってどのような人物が採用されるかといった職員採用の場面や番組編成の時においてどのような番組を作るか、さらにはどのような人物を出演させるかなど、様々なところに彼らの影響力は強く及んでいるからではないかという説を証明するような話ではないでしょうか。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった後面白いなと思った人、ぜひとも SNS 等で拡散をお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。